やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。さて、今回紹介するのは、このチャンネルでも定番になりつつある、イヤーファンの新商品、イヤーファン SV プロだ。イヤーファンは現在かなり勢いのある、外れを出さない完全無線イヤホンブランドの一つ。ちゃんと日本国内の法規制にもしっかり対応した、クリーンな TWS ブランド、というイメージ。その中でも、エアープロシリーズは、コスパの良いブランド、イヤーファンの中でもフラグシップ、価格トップクラスの実用性とノイキャン性能を備えた、誰にでもおすすめできる一本だ。このチャンネルでは、エディフィアーと協力して作られた、エアプロ初代、そして、まだ記憶に新しい、ノイキャンとチタンダイナミックドライバーを搭載した、エアプロに、それに続いて、今回最新作のエアプロ SV を紹介する、というわけ。まず最初に、仙台エアープロには、それだけ見てももうほぼ欲しい要素が揃ったイヤホンだ。チタンコーティングの施された複合振動板による音色は、若干中音域の温かみを保ちつつ、しっかりと高音から低音まで表現できる秀逸なものだし、40度分のノイキャンをアピールするノイキャン性能も優秀。じゃあ、SV で追加される要素なんてまだあるのかって？あるじゃないか、イコライザ。エアプロからエアプロ2で進歩したのは、高音域の明瞭さ、装着感の改善、ノイキャンの強化の3点。エアプロ SV が進歩したのは、さらにスマートになったボディによる装着感の改善、デザインの改善、ドライバの変更による、中音域あたりのより明細になった音色、そしてとどめに管理アプリの搭載だ。基本スペックはそれほど変わらないんだけど、実際に使ってみると、ボディがより取り回しやすくなり、ケースの高級感が増し、おまけに音色もより改善したと感じる仕上がりになってる。正当進化と、普段使いのイヤホンに重要な音質と装着感も同時にグレードアップした一台だ。それじゃ、アップグレードした中身を詳しく見ていこうか。まずは外装から、金属製の蓋と角張ったデザインにより、中央高さの全てが小型化したケース。面白いのは、カバー部分に穴が開いていて、この部分からイヤホンが充電されているかどうかチェックできること。僕はたまにケースに戻すの忘れて充電されてて使えない、をやらかすので、このデザイン、すごく良いと思う。本体は、耳の穴ではなく、耳の構造全体を使って支える装着感になっていて、タッチセンサは感知範囲が広く、タッチミスはまず起きない。軽くトン、とタップするだけで音量が反応する。かなり敏感なタッチ反応だ。ただ、検知範囲が大きくて敏感なので、軽くポジションを変えるだけでも音量が変わる。背面のガンメタリックに塗装されている部分全体が検出範囲、と思っていいだろう。LED は面白い位置についている。イヤホンの頭側だ。最近はデザインのために動作状態を示す LED を配置しないモデルも多いんだけど、そんな中で動作状況の確認とデザインを両立した面白い配置だな。連続動作時間は、単体で6時間。交渉7時間のエアプロにより若干短くなったが、それでも実用的な範囲だ。ケースはワイヤレス充電にも対応してるが、うちには環境がないのでテストしてないぞ。ケースの充電回数は3回。つまり、合計で24時間だ。よりケースの大きかったエアープロにより1回充電回数が減った形だけど、十分なバッテリーだな。ノイズキャンセルは、エアプロ2と同様、この価格帯最強クラスの40ドブ。ただし、今回は風切り音低減モードが搭載された。装着感の改善と合わせてより使う場所を選ばない1台になった、というわけ。さらに、今回は管理アプリが用意された。特に目玉は、トリプルタップとロングタップの操作が変更できるようになったところと、それから、イコライザの搭載だ。イコライザは、高音、低音、中音域の3つだけを操作できるタイプなんだけど、そのシンプルな機能が欲しかったんだよ。これで、エアープロ2の、購入状態から音質を調整できなかった問題から解放されるってわけだ。もちろん、アプリを入れてなくても快適使うことができるぞ。音量の上げ下げが左右イヤホンのシングルタップ。再生、停止の切り替えが左右どちらかをダブルタップ。そして、ノイキャンが左長押しで、左トリプルタップがゲームモード、右トリプルタップと長押しで、曲の送り戻しも可能となっている。さらに、このロングタップとダブルタップはアプリで変更が可能だ。わかりやすく要求の高い機能に対応したアプリ、という感じだな。もちろん、防滴性能も備えており、それから、エアプロ2で地味にありがたかった急速充電機能もついてる。10分で2時間のチャージと、休憩中に十分な動作時間が確保できるってわけだ。あ、そうそう、このイヤホン、6台のマイクのより、通話性能も高い、と宣伝されてる。せっかくだから、マイクも試してみようか。これはイヤーファン Air Pro SV で録音した音声です。こちらが通常の PC 用マイクで録音した音声です。どうかな？音量を上げてもう一回聞いてみよう。
これはイヤーファン Air Pro SV で録音した音声です。こちらが通常の PC 用マイクで録音した音声です。どうだったかな？ノイズキャンセリングなどの関係で音質には違いがあるけれど、明らかに、他社のモデルと比べても音声が聞こえやすい、通話などにもかなりおすすめな一台、と言っていいだろう。イヤーファンのイヤホンは、どれもこれもここら辺の総合力が高いので、今回も心配してなかったが、いろんな用途に使える一台と見て間違いなさそうだ。そんなわけで外装はほぼ満点なんだけど、一点だけ注意が必要なのが、ノズルの形状が特殊なこと。斜めに広く、おまけに開口部が非常に大きいので、合うイヤーピースを探すのに苦労しそう。と言いつつ、このイヤホン、耳全体で支える形状をしているので、イヤピに求められてるのは密閉性くらいなんだけど、実際、エアプロにより、厚みも大きさも改善されていて、全く耳から外れる気がしない。なので、このエアプロ SV でと思ったのはイヤピの選択肢くらいなんだけど、そもそも初期状態で不満がないので、いや、このままでいいじゃん、というのが自分の結論だな。もちろん、サイズの違うイヤピもついてくるぞ。さて、そんなわけですでに外装周りでエアプロ2から明らかに進歩してるエアプロ SV なんだけど、最初に言ったよな、SV、音質も改善してるんだ。ドライバのサイズは、中華イヤホンではよく聞く、大きめの 10mm。先代、エアプロにもここにはこだわっていて、10mmのチタンコート振動板が採用されていた。今回採用されているのは、聞き慣れない、ウールコンポジット。ウールよう思う？イヤホンではあんまり聞かないけど、スピーカー分野ではよく聞く素材。本物の羊の毛ではなくても、羊の毛みたいにわさわさした細かい繊維のことをガラスウールとかロックウールとかとも言うので、こういった繊維系の素材を組み合わせたものだよ、ということみたい。詳細については言及されていないが、明らかに狙って採用されてると感じた。で、その音質はというと、僕がエアプロ2に感じた不満点を的確に潰した、より完成度の高い音色だ。エアプロ2の音質は十分に良かった。実際、愛用してる。だけど、これを聞くとエアプロ2には戻れないな。今回新しく採用された、ウールコンポジット振動板は、エアプロ2で唯一不満だった、中音域の音色の混ざってしまっている感じを的確に取り除く、一ダイナミックドライバとして、TWS だから、という枕言葉で騙せないレベルになってると思う。音の数が多くなっても、大きめのダイナミックドライバにありがちな、中音域の音がそれぞれ分厚くなって重なって、聞き分けづらくなる印象が発生せず、はっきりと別の音として捉えられるんだけど、全体の雰囲気としては変に悪目立ちしない。聞き疲れしないのに明瞭で分離感がある音色となっているぞ。高音域のシャープさはそれほど強調されてないんだけど、眠いとは感じないし、もしそれでも不満を感じるんだったら、今回はイコライザーアプリもあるじゃない。なので、エアプロ2のこういうものですよ、として用意されていた音質が、一回りさらにアップグレードされて、オーディオ専用ブランドの TWS とも戦えるレベルになった印象だ。それでいて、スペックは先代モデルから満点のものを引き継いでいて、今回は風切り音低減モードもついているので、より強化されている、というところ、割と総合力で見たら現在のアンダー1万円クラス最強なのでは？ノイキャンも実際に使ってみて、音声もそこそこ減衰できるレベルで反応も良いし、ここにこの音質が加わったら、今一番愛用している外出時用イヤホンの、エディフィアーネオバッツプロに並ぶレベルでお気に入りだ。ネオバッツプロはハイブリッド型で、高音域の反応でイヤーファンエアプロ SV に勝るけれど、全体の雰囲気とか、ずっと聞いてられる音、という点で、こっちの方がおすすめしやすい。それから、ネオバッツプロは高音質に振りすぎてバッテリーの持ちがぶっちゃけ悪いんだけど、エアプロ SV は十分な単体動作時間を持っていて、この点でも息継ぎが間に合わなくなる印象がないんだよな。装着感も、ずっとつけてても違和感を感じないんだわ。音色を分解してみようか。と言っても、全体的にまとまっていて、なおかつ不満点とか荒さを感じない。それでいて、バランスとしては弱ドンシャリくらいの万人受けする仕上がりだ。高音域は優しめなんだけど、しっかり改造感がある。中音域も、温かみもあるのにきっちり分離していて、音が重なってブレちゃう感じがしない。ボーカルもしっかり聞けるし、破殺音もなし、音が増えてもごちゃごちゃ混じって団子になる感じがないし、逆に減っても豊かななり方を感じるぞ。低音域もしっかり温かみがあり、かつブーミーじゃない、割と一ダイナミックドライバーの TWS でも最もお気に入りに感じるクラスの仕上がりだ。それでいてガジェットとかツールとしての完成度も非常に高いので、そりゃ最近イヤーファンが伸びてるのも納得する仕上がりだな。空間はそれほど広くは感じないんだけど、狭くて違和感を感じるほどではない、適正な距離感、音自体が切り分けられてるので、変な空間表現は感じないし、使
かれないし情報量の少なさも感じない絶妙な一台だ。アプト X アダプティブにこそ対応していないものの、低遅延のゲームモードもあるので、接続方式にこだわりがなければそのまま繋いだ音に合わせてベストに設定されてる感じだな。というわけで長くなったのでまとめるけど、イヤーファンエアプロ SV はべらぼうに完成度が高い。充電してるかどうか一目でわかる窓付きケース、本体ともにシェイプされて取り回しやすくなった外装、ずっとつけてられる装着感、十分なバッテリーと急速充電機能、ノイキャン周りも風切り音防止モードでパワーアップ。さらに、アプリによるシンプルで必要十分なカスタマイズ性。さらに、音質も最強格。次のレビューで何書くか悩むレベルで完成度が高い。唯一購入時に注意してほしいのは、ちょっとノズルの形が特殊なことくらいなんだけど、最初からついてくるエアピで不満がないので、ここもウィークポイントには感じなかったな。しかもマイクも完璧だ。マジで完成度が高い。ハイレゾ聞きたい民以外は、マジでこれにしておけば間違いないレベル。よりシャープな高音域が欲しい人はフリープロ2を、全体の完成度を求めるなら、このエアプロ SV がおすすめだぞ。いや、マジですごかった。おすすめだ。と、こんなところだな。いや、本当におすすめだこれ。プレセール中に紹介させてもらえてありがたいところ。ちなみに、基本価格が8990円。この価格でも十分におすすめできるんだけど、現在、イヤーファンエアプロ SV は予約で30%オフが効く、公式サイトへのリンクを貼っておくので、ぜひトライしてみてくれ。といったところで今回はここまで。TWS、もう進化しきったと思ってたのにまだ進化するのな。